影を増幅させずに光だけを増幅させるチャレンジを私たちはすることになるわけです。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。もうすぐライオンズゲートが今年も開きます。ということで今日はライオンズゲートの意味、なぜこの期間がライオンズゲートが開く期間なのかなど、ライオンズゲートについてたっぷりと詳しいお話をしたいと思います。ライオンズゲートが開くと言われているのは7月の26日から8月の12日までです。そしてこのゲートが最大に開くのが8月の8日というとても大切な日になりますが、実は今年は7月の27日、つまりライオンズゲートが開いた次の日に土星が逆行開始し、この日にドラゴンヘッドが19年ぶりに水亀座に戻ってきます。そしてドラゴンテールが獅子座に移動します。つまりゲートが開いてすぐ起こる大きな変容のエネルギーが押し寄せるわけです。さらにこのライオンズゲートは獅子座にあるわけですが、課題のドラゴンテールも獅子座に移り、しかもいい方も悪い方も拡大させちゃう木星も獅子座に移ったところです。なので、いい悪い影光拡大のエネルギーが全部獅子座に詰まっているという、とても珍しい今年はライオンズゲート期間となっております。ライオンズゲートに関しては諸説ありまして、詳しく話すとキリがないんですが、できるだけシンプルにこれだけは理解していれば十分というところを今日はお話ししたいと思います。まず、占星術的に8月の8日をど真ん中に据えます。それは太陽が獅子座のど真ん中に来る日だからです。実は太陽が獅子座のど真ん中に来る日は国によって時差があるので、どの国でも8月の8日とは限りません。でも日本では間違いなく8月の8日になります。そして数秘術的な意味も含めて8月の8日という意識でいた方がお得ではないかと思います。説明します。まず8という数字は横にするとエタニティループになる数字です。私の数秘術クラスでも最もパワフルで拡大の波動を持つ数字だとお伝えしています。ちなみに私の住むシドニーは世界一裕福な街、物価の高い街となってしまいました。とても裕福な中国の移民の方がたくさん住まれているんですが、中国人の方は風水、そしてこの数秘術の8をとても大切にしている方が多いです。商売を成功させている方たちがシドニーに集まっているんですが、今シドニーの平均の一軒家のお値段が日本円にして4億円。一生懸命働いてかなりお金持ちになってもなかなか買えないぐらいの値段になっていますが、これを次々と購入されているのがこの中国の裕福層の方です。そんな裕福な商売の方たちは数秘術、波動、クリスタルなどをとても重視されて使われている方が多いので、私の顧客にも大変多いんですが、その中国の方のほとんどは8という数字にこだわりを持たれています。ベンツ、BMW、テスラなど乗ってる方が多いのですが、888、トリプル8というプレートナンバーをお金を出してでも購入している方が多いですし、六本木ヒルズみたいなマンションがいっぱい建ってるんですが、8号室とか8のつく番号の部屋から売れていきます。ストリートアドレスが8だったりするとあっという間に売れちゃいます。それぐらい8を意識しているということですね。8は永遠に拡大し続ける波動を持つ数字で、永遠というのがキーワード、つまり一時的な富ではなくて増え続ける未来が待っているという意味になります。それからもう一つ8月8日の意味は、8というのは DNA 構造を反映していると言われています。DNA の中に与えたものが拡大して戻ってくる波動を持つ。これが8です。
それは誰もが持っている与え続ける限り永遠に受け取ることができるという与えて受け取る繁栄の象徴のコードを示しています。それを解き放つのが8月の8日ということになります。ですから、ライオンズゲートが最大に開く日は世界的に8月の8日という説になっています。そしてこの真ん中を軸にして7月の26日から開いていくんですが、それではなぜ7月の26日に開き始めるのか、これも説明できます。それは古代エジプトに遡りますが、古代エジプトにおいて空で最も明るい恒星といえば今でも同じシリウスですが、シリウスが太陽を伴って東の地平線上から昇る、つまりこれ占星術ではヘリアカルライジングと言いますが、この日が7月の26日だからです。ですからエジプトではその日が1年の始まりとされていました。つまり元旦ですね。ですからマヤ暦の新年も同じく7月の26日ということになります。古代エジプトではこんな風に太陽が昇る日の日の出直前の地平線上にシリウスが見える日に毎年ナイルの氾濫が起きていたんです。これネガティブなことじゃなくて、エジプトの人にとってはこの年に一度の氾濫が乾いた土を潤してくれる、もう宇宙からの恵みだったわけですね。ですからこのように宇宙からの恵みが降り注ぐ期間がライオンズゲートが開く時期となったということです。恒星シリウスは富、名誉、情熱、クリエイティビティ、そういう力を拡大する星です。それから動物心でもあります。すべての動物の魂はシリウスの魂だと言われています。ですからシリウスがライジングする期間に獅子の見守るライオンズゲートをくぐることが大切だということになります。私が毎年お話ししているのは、ライオンズゲートはネクストレベルに、ネクストステージへ向かうロケットの乗り場の入り口ということです。ロケットに乗るのはバスや電車に乗るよりも勇気がいりますよね。まっすぐ上に進むわけです。でもあえてこのロケットに乗れるゲートを選ぶことで人生は一気に加速します。ただ毎年このロケット乗り場のゲートを通ることができるのはこの1年のどこかで学ばに合います。どこかで宇宙からの宿題に取り組んだ人たちだけと言われています。で、これは一人一人今世の宇宙からもらった課題は違うので自分で見つけていくしかないんですが、振り返ってみると繰り返す負のパターンの原因となっている自分の考え方、マインド、行動パターン、これを見直すというのが課題を克服するということになりますから、思い起こしてみるとできるかもしれません。あるいは一番簡単なのはバースチャートに書かれているので、バースチャートのカイロン、土星、ブラックムーン、リリスですね。それからそれらの位置とそれらがどういうアスペクトを取っているかなどを投稿して見ていくと、大体今世の自分の課題というのは見えてくるかもしれません。そういう宿題を8月の8日までに済ませておくといいと思います。ちなみに、このライオンズゲートが空いている期間を黙って過ごすのはもったいないので、私は占星術を習い始めてから20年間ずっとライオンズゲートを大切にしています。例えば、ロケットに乗る大きなチャレンジ、11年前のライオンズゲートが最大にオープンする8月の8日に、私はオーストラリア・シドニーで自分の初めてのクリスタルショップとスピリアルアカデミー、ザ・ガイアハウス・オーストラリアをオープンしました。その恩恵を受けて収入は10倍になりました。
店を開かなくても仕事はできたんですが、開くという選択をしたことによってリスクはあったけれども、やはりサポートの方が多く入りました。去年はその一つのサイクルを終えて、またライオンズゲートが開いている期間に3店舗目をオープンしたりしました。そして今年はまた開いている期間に実は別のステージを始めようと思っています。ちなみにプライベートでは私の長男もう今25歳になりますが、今年ライオンズゲートが開いている間に25歳になりますが、ライオンズゲートが開いている間に生まれました。これをきっかけに私の人生も多く救われていくことになりました。ちなみにうちの息子は私が人生で、この息子が生まれてから25年の間に出会った人たちの中で一番心優しい人間で、それが自分の息子であるというのはとてもラッキーなことだなと思っております。ところでここまで持ち上げておいてなんですが、実はライオンズゲートが開いている時、良いことばかりが起こるわけではないんです。ゲートがオープンするということは、宇宙の大いなる存在のエネルギーが地球上に入り込んでいるわけですから、自分自身がセンタリングできていない人、グランディングできていない人は、基盤となるチャクラがずれている状態で、当然体調を崩すことになります。あるいは精神的にブレやすくなったり、揺れやすくなったりします。こうなるとグランディングが足りていないという、バロメーターになります。もしそんな自分を見つけたら、この時期ですね、しっかりと体幹を鍛えていくことを意識してください。8月8日までに体調を整えて、グランディングをして、魂が本当に求めている未来への扉を確認して、光のゲートを創造して、そのゲートを開けて、ロケットに乗り込む意識を持って過ごす。これが大切です。ちなみにグランディングは自分の内側につながることを意識して、深く息を吐くとか、土に触れるとか、木を抱きしめる。動物と触れ合う。そして地球の恩恵、つまりアロマとかクリスタル。これが地球の恵みなので最高のグランディングツールになります。私はアロマとても皆さんにお勧めしているんですが、ガイアハウスではアストロアロマというガイアハウスオリジナルのすべての天体、小惑星、すべての12星座のに対応したアロマオイルを製作して販売しているんですが、その中には全部クリスタルが内包されているという特徴があるんですね。地球とクリスタルと植物っていうのはまさに地球の恩恵そのものです。何か香り苦手な人もお花の香りが嫌だ。いるのかな？そういう人もひょっとしたら苦手なものがあるかもしれませんが、でも基本的にやはり母なる地球が作ったエネルギーっていうのは自分をほっとさせるし、グランディングさせてくれるはずなので、積極的にアロマオイルを使ってみるというのもおすすめです。こうしたことを意識して7月の26日から8月の12日までを過ごしてみてください。ちなみにこの期間、やってほしいことがあります。まず、太陽を見上げるようにしてください。太陽のある位置がライオンズゲートのある位置なんです。それがライオンズゲートが開いている間です。ですから、毎日太陽を見上げることで、あのゲートをくぐってネクストステージへ行くという意識が高くなっていきます。そして、8月8日にライオンズゲートが最大に開きますが、この最大に開く瞬間のホロスコープを読み解くことで、8月の8日のメッセージと8月の8日にすべき開運行動というのは読むことができます。最初に言ったように、今年は7月の27日に土星が逆行を開始します。そしてこの同じ日にドラゴンヘッドが19年ぶりに水亀座に戻ります。つまりドラゴンテールも19年ぶりに獅子座に戻ります。ライオンズゲートが開いた次の日にこういうことが起こるわけです。そしてライオンズゲートは獅子座にあります。
人生を止めてしまうドラゴンテールも今回獅子座に移りました。そして影も光もどっちも拡大させちゃう木星が今年は1年間獅子座のところにいます。というとてもややこしい獅子座ライオンズゲートオープン期間なんです。つまり影を増幅させずに光だけを増幅させるチャレンジを私たちはすることになるわけです。ということで、この今回の獅子座にドラゴンテールのある木星もあるライオンズゲートオープン期間はいろんな課題テストお試しがやってきますが、そこを通ることができれば一気に上昇していく可能性は大いにあります。ですから今回8月の8日のホロスコープをしっかり読んでライオンズゲートが最大に開く瞬間、この特定の時間がありますので、この時間にぜひ開運行動をみんなでやりたいと思います。これから8月8日のホロスコープをきっちりと読み込んで、必ず別動画でそのお話をあげますので、ぜひチェックしてください。チャンネル登録、まだの方はチャンネル登録をしてお待ちください。ということで、みんなで素敵なライオンズゲートオープン期間を迎えていきましょう。